ダンディ、私の短編 RPG インディーパスの時代で生き残れるのかな。結論から言うぞ。これはな、生き残りの話じゃない。君がどこで戦うかの話なんだ。戦う場所。プラットフォームに埋もれる原因をなすりつけるな。選ぶのはいつだって君の側だ。個人ゲーム制作大全へようこそ。俺が司会のダンディだ。相棒のカオちゃんです。今日もよろしくお願いします。ラマです。我々ラマもサブスクの時代に乗らねば。ラマのサブスク化は誰得なんだよ。ねえダンディ、最近こんな記事を読んでちょっと落ち込んでて。なんだ、また煽り記事か。これなんだけど、月額7ドルのインディ専用サブスクが始まった。短編作家は構造的に不利になるって。ああ、インディーパスの話だな。2026年4月13日にスタートしたやつだ。私プレイ時間2時間くらいの短編 RPG 作ってるでしょ。このモデルだと稼げないって書いてあって。我々ラマも短編作家の味方でありたい。待て待て、結論から先に言うぞ。この論争はな、ほとんどがナンセンスだ。ナンセンス？賛成も反対もな、ほぼ全部的外れなんだよ。今日はそれを解きほぐしていくぞ。インディーパスは毒か救世主か、この問いの立て方自体が間違いなんだ。インディーパスって結局何？まず基本のところから聞きたい。おう、ざっくり整理するぞ。月額は 0.99 ドル、日本円でざっくり1100円だ。70本以上のインディーゲームが遊び放題、 PC 専用。運営はインディー店愛用者。開始は2026年4月13日。いわゆるインディ版のネットフリックスってことだよね。正解で、ここまでは普通だ。開発者界隈で揉めてんのは収益モデルの方だな。運営手数料を引いた残額が開発者還元プールになって、それをプレイヤーの総プレイ時間の比率で分配するんだ。あ、プレイ時間が長いゲームが多くもらえるってこと？そうだ、これは Spotify の印税モデルとか Netflix の視聴時間連動型と構造がそっくりなんだよ。我々ラマも長く遊んでもらわねば。お前が遊ばれる立場じゃないだろう。批判派の主張と3Dレルムズの追っかで、海外の開発者界隈で燃えてんのがこの部分だ。3D レルムズの共同創業者ジョージ・ブルサードって人がな、インディーパスを公然と開発者にとっての毒であり、業界全体にとってマイナスって言ったんだよ。 3D レルムズってデューク・ニューケムの会社だよね。そう、業界のコル株だ。で、彼の主張はこうだ。一つ目、短編ゲームは構造的に不利。二つ目、プレイ時間を伸ばすためだけの水増しゲームばかりになる。3つ目、業界標準化したら参加しないと存在を認知されなくなる。つまり事実上の強制参加だ。私の短編2時間で完結だから確かに不利そう。PC ゲーマーの見出しなんかは A Game Pass for Indies has been announced and everyone hates it だ。発表されたらみんな嫌ってるって意訳できる。みんな嫌ってる。我々ラマはどうすれば。落ち着け、ここからが俺の本題だ。この批判ほぼ全部ずれてる。プラットフォームが短編を殺すんじゃない。ちゃんと説明してよ。プレイ時間で分配なら短編は確実に不利じゃない？じゃあこういう話をするぞ。ジャーニーって知ってるか？知ってる知ってる。前の動画でも解説した風の旅人だよね。そう、あれのプレイ時間ざっくりどのくらいだと思う？私やった時確か2時間ちょっとで終わったかな。正解、クリアまで 2,3 時間。リプレイ性も意図的に抑えてる小心猛明の短編だ。で、あれが2012年に PS3 で出た時何が起きたと思う？めっちゃ話題になったよね。PSN ダウンロード販売の歴代最速売上記録を当時更新したんだよ。短編なのに？さらにザ・ゲームアワーズの前身で年間ゲーム賞を取ってるバフタも8部門ノミネートだ。我々ラマも風を追って足りせねば。つまりな、
短編が埋もれる原因はプラットフォームじゃないってことだ。でもインディーパスはプレイ時間で分配だから、ジャーニーみたいに短かったら収益は。そこだよカオちゃん。プレイ時間イコール収益だからといって長編が必ずしも有利とは限らないんだ。ジャーニーみたいに魂がギュッと詰まった短編は一人のプレイヤーが何周もする。友達に勧めてみんなが体験する。短くても密度で勝てる。あ、そっか。短いから1回しか遊ばれないとは限らないんだ。ざっくり言うとな、プレイ時間の分配っていうのは味噌ラーメン屋と蕎麦屋を同じ物差しで測るようなもんさ。どういうこと？蕎麦屋は回転率、味噌ラーメン屋はじっくり。でもどっちも儲かる店は儲かる。戦い方が違うだけなんだ。ここからわかるのは、短編が埋もれる原因はプラットフォームじゃなく作品そのものの密度だってことだ。プラットフォームを変えて売れた話。2016年、ここにエリック・バローネって名の若武者がいた。なお登場人物イラストは実在の人物ではなくイメージです。エリックは牧場物語風の作品をたった一人で4年半、夜も寝ずに作り続けてた。彼が仕えた主君はスチームっていう大平城だ。スチーム城？世界最大のゲーム配信城？スチーム城には毎年2万人の武者が士官を求めて押し寄せる。2万人？そんな中で目立てるの？2016年2月、エリックは最初の2週間で42万の民を味方につけた。42万、大勝利じゃん。ところがだ。翌年、エリックは国替えを決断する。国替え？スチーム城を離れるの？2017年10月、エリックの作品はスイッチ島に上陸する。そしてたった2週間で島中の売上ランキングを全制覇。同じゲームなのに？エリック本人は何も変えてない。ただ戦う場所を変えた。我々ラマもいつの日か自分の島を。まずは目の前の替え場からだな。同じ頃、もう一つの伝説があった。2人の侍、ティームチェリーだ。あ、ホローナイトの人たち。あの2人もスチーム上で名を挙げた後、スイッチ島に渡って売り上げがさらに跳ねた。詳しくは過去動画でやってる。概要欄のリンクから飛べるぞ。では、もしエリックがスティーム上でしか戦わんと意地を張り続けてたらどうなってた？どうなるの？30年後、廃屋の机でそのうち見つかるとつぶやき続ける労務者だ。いつか誰かが見つけてくれる。そう信じて30年。ほとんどの武者はそれで終わる。戦場を選ぶのはいつの時代も武者の仕事だ。主君に文句を言う暇があったら国替えを考えろってことだね。で、ここで問題だ。次の時代、武者はどう動けばいい？仕官するしないじゃなくて。答えは最後のトピックで話すぞ。でも強制参加って話はどうなの？批判派の3つ目の論点覚えてる？将来的に実質強制参加になるってやつ。あれな。あれもぶっちゃけナンセンスだ。そうなの？考えてみろ。 Spotify が出た時、音楽業界も全く同じ議論になったんだ。ストリーミングは搾取だ。アーティストが死ぬ。参加しないと存在が認知されない。全部10年前の議論だ。聞いたことある。で、10年経った今どうなった？ Spotify に入れてない大物アーティストも普通にいる。テイラー・スウィフトもレイディオヘッドも一時期は意図的に距離を取ってた。嫌なら出品しなければいいだけだし、プラットフォームのルールはプラットフォーム側の自由。出展判断は開発者の自由。プレイ判断はプレイヤーの自由。これ以外の構造はない。自由。我々ラマも自由を守らねば。なんか単純だね。単純なんだよ本当は。エンゲージメント特化型のゲームばっかりになって多様性が失われるって批判もあるけどな。それはインディーパスってそういうとこだよねってだけの話で、インディーの多様性が失われることとは無関係だ。インディーパスに載せたくないならスチームや itch.io で普通に出せばいいもんね。そう、
ゲームが埋もれる原因をプラットフォーム側になすりつけるのは根本的に筋が悪いんだ。ここからわかるのは、ルールが気に食わないなら別の戦場があるってことだ。個人開発者の本当の武器。さっきのクイズの答え、教えて。自分の戦えるフィールドを選び直すこと。これが答えだ。インディーパスに載せるのが合ってると思うなら載せろ。合わないなら載せるな。ただそれだけだ。すごいシンプル。で、ここが今日一番伝えたいことだ。稼げなくても OK、流行らなくても OK。その自由こそが個人ゲーム開発最大のメリットなんだ。企業はインディーパスに載せるかどうか株主の目を気にしなきゃならない。売り上げが下がったら首が飛ぶ。でも俺たち個人は違う。このプラットフォームの哲学は嫌いだから載せないが許される。逆に月額$7で70本の中に混ざって遊ばれるの面白そうって思うなら載せればいい。どっちも正解だ。私、短編 RPG は無料で公開しようと思ってたから、インディーパスに載せるかどうかってそもそも関係ない話だったんだ。そういうことだ。自分のフィールドがどこか先に決めてるやつは外で何が起きても動じない。我々ラマも自分のフィールドを築かねば。ざっくり言うとな、プラットフォーム論争ってのは隣の店のメニュー表を見て一日中騒いでるみたいなもんさ。自分の店の料理作った方が早いね。その通り。インディーパスが毒か救世主かなんて君の作品には関係ない。君の作品が戦う場所だけは君が決めろ。じゃあ今日のまとめだ。結論を4つに整理しておくぞ。1つ目、インディーパス論争はほぼ全部ナンセンス。プラットフォームのルールは向こうの自由、出店判断はこっちの自由、プレイ判断はプレイヤーの自由だ。2つ目、短編が埋もれる原因はプラットフォームじゃなく作品の密度。ジャーニーは 2,3 時間でも歴代記録を塗り替えた。3つ目、戦場を選ぶのは常に作者の仕事。スターデューバリーもハローナイトもスイッチで爆発した。4つ目、稼げなくていい、流行らなくていい。その自由こそ個人ゲーム開発最大の武器だ。私、ずっとインディーパスに取り残されたらどうしようって思ってたけど、そもそも取り残される場所じゃないんだね。その通り。君が作りたい短編 RPG を作れ。フリームでもノベルコレクションでも好きなとこで出せばいい。戦場を選ぶ自由を持ってるのが個人開発者の唯一最大のチートだ。これを手放すな。我々ラマも自分の戦場を選ばねば。今度サッカーに参加しますらな。ラマのサッカーは毎回試合前に捻挫して終わるんだからやめろ。ラマ、ゲーム制作の方が向いてるかもよ。さて今日話題にしたインディーパスも含めてプレイヤー目線でサブスク型ゲームサービスを紹介しておくぞ。俺自身インディーパスは使ってないからレビューはできないが、興味あれば公式サイトのリンクを概要欄に貼ってある。 Xbox ゲームパス PC はほぼ海外ゲーのみだが、新作も定額で 4K で遊べる。配信者にもおすすめだ。プロジェクトエッグは PC エンジンとかのレトロゲーが遊べるんだよね。そう、マニアックなレトロゲーム好きなら刺さる。あと PS プラス、日本だと PC ストリーミングができないのが惜しいところだな。詳しくは概要欄のリンクからどうぞ。ってことで今日はこんな感じだ。論争に巻き込まれるな。戦場を選ぶのはいつだって君の側だ。これだけ持って帰ってくれ。どうぞ参考程度に。